みーちゃんです。今ニュージーランドに来てだいたい1ヶ月ぐらい経ちました。それで1ヶ月間この1ヶ月間で気づいたこと、日本との違いを今日話したいなと思います。で、ニュージーランドあるあるっていうか、違いを10個まとめたので今からお話ししていきます。まだチャンネル登録してない方はぜひお願いします。これからいろんなニュージーランドのこととかを発信していきたいと思うのでよろしくお願いします。それでは行きましょう。まず1、これは一番すごい大きい私が一番ねストレスを感じているところでもあるんですけど、1、電車が止まるっていうのは、なんか工事とかで特に土日に電車がもう止まるんですよ。止まるっていうのはもう本当に止まる、一日止まるっていう感じ。例えば土日だと土日止まって、その電車がない時はバスに変わるっていうものなんですけど、だからバスだとやっぱり正確じゃないじゃないですか。例えば渋滞があったらそれ長引くし、プラス正確じゃないからもっと電車より長くなる。だからどこか行く時にも長くなるっていうのが結構多くて、この1ヶ月でもう例えば1ヶ月のうちに3週の土日は電車がやってないとか、プラスそういうのもあるし、例えば普通に平日とかでも電車があったとしても何かのせいで電車が遅くなったりとか止まったり、その何個か本数が止まったりっていうのが当たり前で、だからもし何かどっか行くってなった時にも必ず1本前のに乗ってたりしないといけないっていうのがありますね。それがなんか一番私的には大変。特に私は今シティの近くに住んでないので、それは本当に日本が恋しくなる部分でありますね。東京だったらね、もう 2,3 分おきに電車が来るのが当たり前だし、電車が止まったらもうねほんと困るじゃないですか。それがでもここだと当たり前だから、それは一番びっくりしました。で次2番、傘をささない。なんかこっちは異文化だから差す人は差すんですよ。差してる人を見ると大体がもうアジアの人で、なんかちょっとどころか結構雨降っててもマジで全然差さなくって、でもシティの方行くとお店があるところは屋根があるから濡れないんですけど、でもそれでも全部があるわけじゃないから濡れるじゃないですか。で、私はちょっと雨降ったらもうすぐ折りたたみ傘を持ってるから差すんですけど、本当にここの人は差さないですね。それはでも前から聞いてたからびっくりっていうか違いかなと思いました。で次3番、網戸がない。日本だと窓のところ網戸あるじゃないですか。ここだとなんか窓の作りが違くって、私が今住んでるところは、日本だとこう横に開くじゃないですか。でもこういうなんていうんですか、縦に開くから、だから網戸のしようがないんですけど、そのくせ網戸がないから虫がすっごい入ってきて、特にハエがめっちゃ多い。これね、なんでなんか自然がやっぱ多い国だから網戸作るべきじゃないのかなって思うけど、そこはちょっと難点ですね。それが3で4、次は食器を洗う時に洗剤、日本だと洗剤で洗って置いて
流して乾かすみたいな感じだと思うんですけど、ここだとシンクに水を溜めてそこに洗剤を入れて、でガーってその食器をブラシでこすって、でそのままそのなんていうんですか、乾かすところに置くから、その泡がついたままのせるっていうのが一般的で、それにびっくりしました。私的になんかまあ最初はね、泡がついた食器で使うっていうのがちょっとね、今までそうやって育ってないからあれだったけど、それがでも普通、こっちは普通みたいで、それはびっくりしました。でも大体なんか食洗機がアパートとか住んでもついてるから、まあ、使う人は食洗機を、まあ、食洗機だったらね乾かすところまでやってくれるから問題ないんだろうと思うけど、手で洗う人とかはまあ泡は洗い流さない、その泡と水が一緒に入ったところでこうすすぐっていうか、まあ、こすってから終わりみたいな感じですね。それが4番で、次5番、天候がすぐに変わる。これは本当にマジでびっくりで、いつも天気予報を携帯に見てるんですけど、マジで当たったことないですね。一日の中で四季があるから絶対1回は雨が降る。寒くなったり、昼間はすごい暑いけど夜になると寒いっていう、この天候の変化がすごい多くって、一日を通してすっごい暑い、日本みたいの夏みたいにすごい暑いとかはないんだけど、でもね、必ずなんかもう半袖だけでは外出れないみたいな、なんかジャケットとか羽織っていかないと急に寒くなったり、あとはまあ私は片頭痛持ちだから片頭痛持ってると結構頭痛くなったりっていうのはあるかもしれないですね。だから常に折りたたみ傘を持ってる、絶対に雨が降るから。しかもそれもなんかスコールみたいな感じでずっと降るわけじゃなくても一瞬で終わるんですよ。まあでもちょっとそれはめんどくさいかなって。例えば一日今日晴れたってなって天気が良さそうだなって外見ても、それで洗濯物とか外に出すじゃないですか。そうするともう雨降ってきちゃうからどこも出かけられないとか、出かける時は中のなんかちょっと日が当たるところに置いておくっていうのしかできないから、ちょっとめんどくさい。そこがめんどくさい。で次6番、間違った商品が届くとか入れられる。これはまあオンラインでオーダーしたものとか、例えばもう届いてるのにまた届くとか、あと例えばなんかマックとかファストチェーン店に行くと必ず、もう私が今まで行った中では全部間違えられた。例えばマックで頼んで違うものが入ってるとかっていうのが普通、それが当たり前だから、なんかその場でもう確認して、このバーガー頼んだな、このバーガー頼んだな、これ OK って言ってから持ってくとか食べるとかしないと、本当に私それでちょっと野菜入ってるバーガー頼んだのに肉しか入ってなくて、それでなんかもうちょっとイライラした時があったから、それがでも当たり前だと思って必ず確認するっていうのがありますね。で次7番、意外とアジア人が多い。こっち来て、私が住んでるところはあんまりいないんだけど、シティの方行くとやっぱ多文化なのか、なんかアジア人、日本人もいるし中国人もいるし韓国人もいるし結構あって、あと料理がいろいろ多国籍料理を楽しめる。日本の料理も寿司レストランとか、あと天ぷらうどんとかも結構いっぱいレストランがあって、意外とその食、高いけどそこは困らないかなって思いますね。他にも日本料理だけじゃなくていろんな、なんかニュージーランドってこれって決まって言った食事、日本っていうといろいろあるけどそういうのがないから、だからなんかいろんな国の
料理が楽しめるっていうのがいいところだと思います。で次8番はなんかハグ文化。初めて会った人でもなんかまあ今まで会った人はなんか比較的ハグするみたいな、みんななんかなんか初めて会ってハグってなんかやっぱ日本だとそういうのがなんか躊躇するけど、それが普通だし、なんかすごいフレンドリーだなって思いました。まあでもそれはニュージーランドだけじゃないかもしれないですけど。で次9、ベジタリアンとかビーガンとかグルテンフリーのメニューが多い。なんかレストランとか行くと日本だと結構そういうのを見るのが珍しいじゃないですか。でもこっちだとそれがなんか基本になってて、なんかそのリクエストとかもできる。なんか私が行ったアイスクリーム屋さんもなんかビーガンのアイスクリーム屋さんで、私知らなかったんだけど、それ頼んだら全然甘くなくて、でもそういうのがすごい発達してるから、発展してるから、そういうのを気にかけてる人にとってはいいかもしれないですね。で最後10番はすごいキャッシュレスの文化が進んでる。ここでなんか銀行私作ったんですけど、銀行のそのカードを持ってると、そのデビットカードだからその口座に入ってる分だけはクレジットカードみたいな感じで使えるっていうのが大体みんなそれで使うから、現金を使うっていうのがほとんどない。なんかもう1ドルとかでもみんなそのカードで使ってるから、それはでもいいなって思いますね。日本だとデビットカードの銀行のやつってあるけど意外みんな使ってないかなと思います。なんかクレジットカードがほとんどかなって思う。まあそれか今だと QR コード決済とかがあるからあれだけど、そうだからほとんど現金は使わないでそのデビットカードを使うっていうのがまあびっくりしましたね。そう今ちょっとバーッと10個喋ったんですけど、皆さんはどれが一番びっくりしましたか？私はびっくりしたというか一番困るのがやっぱり1番の電車が止まる。いや本当にやっぱ車社会だなって思いました。止まるのはね本当に結構きついし、なんかやっぱこれはなんか日本、特に東京に住んでたから余計そう思うのかもしれないけど、そこの不便さが一番大きいなって。今はちょっとね慣れてきたけど、それでね自分の時間を使われちゃう。それで一番困ったのが、そう電車が止まるのはあれなんだけど、その日はちょうど電車が止まってて、止まったからバスで、その行きたいとこに行って、そしたらなんかその、シティだったんだけど、なんかデモがあって、デモのせいでバスが動かなくて2時間バス停で待ってました。だから結局もう帰りたい時にも帰れない、電車も止まってるしバスも動いてないから、もうそのデモが過ぎ去るのを待ってなきゃいけなくて、その時はもうと思って、こんなこと日本じゃ絶対起こらないのにと思ってすごいイライラしたけど、それも慣れるしかないなと思って。なんかねやっぱりね、いろいろ日本の便利さを比べちゃうとここで通用しないことが多くて、慣れてきたらいいですけど、最初はもうその慣れるまでに大変かなって思います。私は田舎に生まれてたんで、それが普通っていうか分かるんですけど、いろんな違いがあります。だから最初のこのね1ヶ月間も結構、来る前はすごい楽しみだったけど、その慣れるのに結構苦戦しましたね。で今やっと慣れてきたっていう感じなんで、これからね引っ越ししてシティの方に引っ越しする予定なんで、引っ越ししたらね、電車も使わなくなるかなと思うんで、ちょっとストレスも減ると思いますけど、皆さんの参考になればと思います。もし来る方ね、旅行でも、こっちに住む人とかでも知っておくと、
受け入れられやすいと思うので、今日はそんな感じでニュージーランドあるあるを話しました。もしまた何か私が見つけたら新しいことをまた第2弾でもやりたいなと思うので、もし何か質問とかあれば教えてください。じゃあそれではまたお会いしましょう。バイバーイ。